冷凍 OK！ はい、やってました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。で、今日は何やるかと言いますと、日本全国ご当地冷凍食品大賞、最高金賞を取った商品を紹介します。まあ冷凍兄弟としてね、この商品紹介したいなと思うんですけども、じゃあそのご当地冷凍食品大賞、これどういった賞なんでしょうか？そう、ご当地冷凍食品大賞とはなんですけど、日本全国各地にいろんなまだ知られざる冷凍食品ってあるんですよ。まあ僕実際に道の駅とか空港とかのターミナルとか見てても、いや東京では見ないなっていう商品が結構やっぱり本当にいっぱいあって、それをもっと多くの人に知ってもらって、ひいては冷凍食品業界をもっと活性化させたいっていう意味を持ったすごく意義のある大会なんでございますよ。冷凍食品大賞。はい。まあ僕がもともとサービスエリアとか道の駅とか回ってご当地のその冷凍食品探すのが趣味で、サービスエリアとかで結構メーカーさんとかがこういらっしゃってる時があって、でその話聞いたらなんかそのもっとこう世の中にいる人に知ってもらいたいんだけど、なかなかこうその県外に出ていかないみたいな話もあって、だからそのご当地冷凍食品もっとこんなものがあるんだよっていうのを知ってもらう場を作りたかったのね。70品以上の商品にエントリーしていただいて、最高金賞を取った商品の中からそのメーカーさんに表彰式に来ていただいて、で自分のその商品の思いを語っていただいて、最後審査員の人に決選投票で投票してもらってグランプリを決めるっていう賞になったんですけど、結構盛り上がったんですよ本当に。僕も審査員代表としてやらせてもらったんだけど、弟ももちろん私もはい、審査員関わってます。関わっていただいて、で今日はその最高金賞を取った4品、その4品をグランプリも含めてご紹介したいなと思っております。はいはい。はい、ということですね、今回はですね、その最高金賞が4品、受賞されたんですけども、その中で1品、グランプリというのが決定しました。どんな商品でしょうか？は、静岡の、もちせん贅沢桜エビかき揚げです。イエーイ。これはうまかったですね、本当に。これはね、もう本当ヤバうまですよ。これ審査員の方々に審査していただく項目が味、ストーリー、見た目、ご当地性って4項目あって、味が一番評点高いんですけど、味全員満点。味に関しては折り紙付きの商品で、桜エビのこのかき揚げを一枚一枚職人さんが手揚げしてるんですよ。で、1日丸々かけて作っても1日200枚ぐらいが限度っていう商品で、このかき揚げの中に入ってる桜エビが静岡のその由比で採れた生でも食べられるような桜エビをふんだんに使ってて、かき揚げっていうと結構ほら野菜入ってたりいろいろするけど、玉ねぎのその水分とか出ちゃうとサクサク感がなくなっちゃうから、そのエビだけなんですよね。もう本当にエビだけのかき揚げだから、もう桜エビの風味を存分に楽しめるサクサクのかき揚げで、サクサクっていうとレンチンだけでサクサクになるんだけど、なんでレンチンだけでサクサクになるわけないじゃんみたいなのは思ってらっしゃると思うんだけど、百聞は一見にしかずなんで、もうとにかく一回やってみましょう。これレンチンね、このもう蓋外しちゃってレンチンするだけ。あ、このトレーのままトレーのまま凍ったままチンするだけですね。凍ったままチンするだけ。これでサクサクになるんですか？なるのよこれがこれでもう完成ですよ。おお。プチ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 ってね、ちょっと上がってる音がする。まあこれ電子レンジでチンしたんですけども、ちょっと水分をね飛ばしてから食べた方がより美味しくなりますね。すごいよね、この桜エビの量色もいいよな。いやもうこれすごいですね。大量に桜エビ入ってて。いや本当よ。うわ、一枚すごい。これが一塊なんですね。そうなのよこれを手揚げしてるっちゅうんだからすごいよねじゃあこれちょっと切ってみたいと思います。はい、お願いします。いきますよ。せーの。おお、この音ねえカリッとしてますね。うわこれ見てやっぱもう桜エビが主役ってのが分かりますね。ねえ、桜エビの味を存分に堪能できるかき揚げ。そうですね、食べたいと思います。うわ、いいねいいやつすごいいっぱい。せーの。お、すごいのよ。サクサク。口の中中もう桜エビの風味がね。そうですね。うわ、うまっ。
もう桜エビの旨味がすごいとてつもなく凝縮されていて、本当にもうそれを堪能できるって味わいですね。うん。そばとかうどんの、おつゆのあるスープに浸しても桜エビの旨味が出てですね、そうこれもまた美味しいってことですね。いいね。うどんにかき揚げだい。これもいいですね。かき揚げがうどんのねお出汁が染みていくしね、この様がいいよね。そうですね。でサクサクですぐ食べてもいいし、ちょっと浸してしんなりさせてもいいですね。わかる。俺もどん兵衛とかでもなんか両方楽しむもん。やっぱ揚げ方がもう絶妙なんですよね、本当に。やっぱ職人さんにしかできない技だよね、これはね。そうですね。ここからはですね、最高金賞の商品紹介していきたいと思います。まずはこちらですね。この商品です。じゃじゃーん。香川うどん本陣山田屋の讃岐すき焼きうどんでございます。はーい、こちら冷凍うどんですね。冷凍うどん。しかもこれこのまま電子レンジに入れて調理できる。調理できる。この結構存在感ありますけど、トレイ入りってことですね。そうそうそう、トレイ入りでもう中にスープもうどんも具材も全部入っていて、上のフィルムをちょっと剥がしてもらってレンチンすればもう簡単調理で本格的な讃岐うどんが食べられると。はい、具材がこれすき焼きうどんなんですけど、上に玉ねぎ、人参、国産和牛が乗ってて、めちゃくちゃ贅沢。めちゃめちゃこのね牛肉が柔らかいのよ。で甘辛く煮てあるので、その甘辛牛肉とちょっとトロトロになるぐらいに煮込まれた玉ねぎとうどん、お出汁の効いたスープ、これがね四味一体になった時のこのうどんのクオリティたるや、これも間違いなく最高金賞です。これもこれが実際商品ですね。はい、開けるとほら見てもフィルムの上からでも分かるでしょ、中の具材が。そうですね。でこれもうスープも入ってる。そうなんです。下にねスープがもう入ってるので、すでにうどんも結構たっぷり入ってますよ。この高さだからね、かなり分厚いですよね。持ってても重たいんじゃないですか。重たい、重厚感ある。すごい重厚感が本当に山マークの点線までピッ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 と開けてもらって、はい、こんな感じ。はい牛肉がたっぷり入ってますね。これをもうあとはこのままレンチンするだけ。簡単ですね。簡単。はい入れてきます。600ワット9分ですね。600ワット9分。ははい。さてさてどんな感じでしょうか。じゃんじゃじゃーん。おーい。めちゃくちゃうまそうですねこれ。めちゃくちゃうまそうだよ。肉見てこれ。この量。この量すごいですね。めっちゃ贅沢。では試食したいと思います。いただきます。香りいいなー。この肉のさ、旨味が本当にスープに溶け出してて、一すすりでもう分かる。もうちょっと甘めなこのお出汁に牛肉の本当に旨味がしっかりと染みてますね。讃岐うどんってなんかコシめちゃくちゃ強いみたいな感じだけど、ちょっと九州のつるもちうどんっぽいっていうか、弾力コシはしっかりあるんだけど柔らかめの食感ですごいつるつる喉越しがいい。これ卵入れたいね。卵入れたらもう最強だなこれ。これ実際お店は香川にあってそう行列なんですよね。そうなんですよ。1日に4000人ぐらい来店するらしくて、でそれが並ばずに頼めば食べれるっていう、その幸せもあるよね。そうですね。地方の美味しいものがもう自宅で手軽に楽しめるってところもやっぱご当地冷凍食品いいところですね。はい、続いての商品は何でしょうか。続いては福島木下コーポレーションのしみ天です。コールに天と書いてしみ天と読みますね。これね福島のソウルフードなんですよ。もともと福島の保存食で食べられてた、よもぎ餅を乾燥させたお餅があって、それがしみ餅っていうお餅で、それをドーナツ生地でくるんで揚げてる和洋のマリアージュ商品なんですよ。ソウルフードで昔からあったんだけど、もともとこれを作られてた会社さんが倒産しちゃうんですよ。福島の人たちの大事なソウルフードがなくなってしまったっていうので、今木下コーポレーションさんのその社長さんも大好きだったしみ天をなんとか復活させたいっていうので、もともとのそのメーカーさんのところに行って味と製法を全部受け継いでできたのが新しいこのしみ天なんですけど、全く当時と変わらない味を再現したらしいんですよね。
でそれを全国で冷凍に届けたいっていう思いで作られたのがこの冷凍しみ店なわけです。ストーリー性はバッチリですね。はい、そうストーリーバッチリなのよ。はい。もう今回のご当地冷凍食品大賞のストーリー部門だったら1位かもしれない。そうです。本当に。でもまあこれがもう福島の方たちには愛されてる商品で、まあ、それを全国の人にも知っていただこうっていうので作られた商品なんで、これもぜひ一度食べて見ていただきたい商品ですね。はい。切り口ってあるところをちょっと切れ込みを入れてもらって、はい。500ワットで1分ぐらいレンチンするだけです。ジュイーン。しみてーん。レンチンしてすぐもちろん食べて熱々で食べてもいいんだけど、僕のおすすめはちょっと温度が収まってきたぐらいが一番美味しいかもしれない。そのよもぎの風味も周りのドーナツ生地の香りも楽しめて。はい。これ見て、これ結構でかいのよ。結構でかいですね。そうなの。これね、食べ応えすごいのよ。アメリカンドッグ生地の中にさらにお餅も入ってるから、腹持ちいいわけ。結構な重厚感あるのよ。重量がね結構ある。これ断面をちょっと見ていただこうかなと。おお、ほら、よもぎ餅。かなり餅がたっぷりですね。そうなのよ。この餅がしみ餅っていうことですね。そうですね。寒風にさらして乾燥させてっていう伝統的なその製法で作られた保存食なんですよね。いや、そのしみ餅を生地で包んで揚げて、それを冷凍してるってことですね。だからしみ天なんですよね。まあ、一度冷凍して乾燥させることで水分を飛ばして、まあ、よりこう弾力が生まれるってことですね、お餅の。お餅の新しい食べ方というか、知らない方にとっては新しい食感を楽しめるわけですね。一周回って新しいよね。いただきます。香りがいいんだよね、すごい。そうですね。うめえ。うまい。もちもち。このやっぱりね、ドーナツ生地のね風味とよもぎ餅のこのね香りとうまく合わさってて、口に入れた時によもぎの香りがすごいきますね。すごいすごい。普通のもちもちじゃなくて少しシコッとしたというか弾力があるってところ、しみ餅の特徴ですよね。周りもちょっとカリッとさせたかったら、トースターで30秒40秒やるだけで周りもカリッとなって、まあ、さらにちょっとカリふわのしみ天になる。まあしみ餅が食べたことない人も多いと思うので、ぜひこれをね取り寄せていただいて楽しんでもらうといいかなと思いますね。で最高金賞最後の商品はこちらですね。ユートピアアグリカルチャーさんのチーズワンダーでございます。これすごいのよ。これチーズケーキなんですよ。はい。このチーズケーキができるまでのまずね成り立ちがすごい。北海道のユートピアアグリカルチャーさんっていう会社さんが北海道の山に牧場を開いちゃった。東京ドーム7つ分チーズケーキを作るためにチーズケーキ作るために、そうだ牧場を作ろうなんて思うやついないじゃない。いないですね。でそこで採れた平飼いの鶏の卵と牛の牛乳を使って作られてるのがこのチーズワンダーなんですよ。こだわった原料を仕入れようじゃなく、そう自ら育てるところからやろうっていう、そこからやっちゃおうっていう発想する人なかなかいないでしょ。生にこだわってて3層構造になってるんだけど、一番下がザクザクのクッキー生地。このクッキーも美味しいんだけど、そのクッキー生地の上にチーズスフレとチーズムースの3層構造になってて、これが生チーズスフレ生チーズムースなんですよ。焼いてるチーズケーキがほとんどじゃないですか。で焼かない生の状態で食べられるっていうのは、これ冷凍だからこそ実現できたチーズケーキなんですよ。だからもうこだわり方がね半端じゃないのもそうなんだけど、やっぱパッケージとかもねすごい可愛い。見た目のそのフォルムも可愛いし、これね形から味から原料からに全てにこだわってるのがこのチーズワンダー。ワンダー。これリバーブかけてほしい。ワンダー。これもう箱も可愛いでしょ。贈り物にもね、すごいいいですよね。ギフトにもすごくいいですね。ただ贈り物するのにもこれ大変なのが、これネット通販で購入できるんだけど、金曜日と土曜日の夜8時から販売が開始されるんですよ。で売り切れちゃったら終わり。で一時なんて開始3分で売り切れちゃうから幻のチーズケーキって呼ばれてたんですよ。中にこんな感じで綺麗にね、こだわってるね。包装にもこの1箱に6個そう入ってるってことですね。6個入りですね。崩れないように
そうなのよ。ちゃんと型になってるんでしっかり動かないから崩れにくさっていうのもありますね。もうほんとこの形のまま綺麗に食べてもらいたいっていう作り手の思いがね、いろんなところに随所に詰まってる。食べたい分だけ取り出して冷凍庫から出して常温で1時間から2時間ぐらい、それで全解凍された状態で食べれるんですけど、やっぱり冷凍スイーツのいいところって冷凍のままでも食べれる。だから冷凍庫から取り出してもう本当にすぐ食べればアイスみたいに食べれるし、30分ぐらい置いたら今度半解凍の状態になるので、全解凍半解凍冷凍で食感もなんか味覚も風味も変わるので、3つの食べ方ができるっていうのも冷凍スイーツの魅力かもしれないですね。でこれ袋を開けるとほら崩れないように中にさらにもう形へのこだわりここまでやるかっていう。でこれをパカッと開けるとザザーン、形が可愛い。かわいいっしょ。こっち側から見ると下のワンダのダブルになってるんですよ。こだわり。こだわり。じゃあ切ってみますよ。じゃーん。ザクザクなのよね、クッキーも。おお、どうでしょう。美しい。ねえ。いただきましょう。はい、いただきます。ふわふわふわ。音。このザクザククッキーとね、生チーズソーレとチーズムースのふわふわ感、ホイップクリームみたいなね、この生感。そうですね。本当にムースの部分がすごく軽い、食感は軽いけど、でもチーズの美味しさっていうのはすごく感じますね。濃厚だよね。濃厚ですね。これ下のアーモンドクッキーもしっかりなんか濃厚なバターの風味するし、素材の良さ全部が入ったチーズケーキ。単独で食べても美味しいけど、やっぱり一緒にした時にすごく完成されてる一つの料理っていう感じですね。今日全解凍で食べてるけど、温度によって甘みってちょっと食味変わるじゃないですか。だからもうほんとそれはお好みで楽しんでもらえればな。6個入ってるから2回ずつ違う食べ方できる。解凍具合でちょっと感じ方も変わるんで、これは美味しいですね。最高。日本全国ご当地冷凍食品大賞の、受賞した最高金賞の商品紹介しました。いかがでしたでしょうか。本当にどれも美味しくて、審査の時も食べましたし、今改めて食べても本当に美味しかったですね。いや本当に美味しかった。何回食べてもね、もう美味しい商品なんで、ぜひお取り寄せして食べていただきたいな、日本全国の味を。そうですね。今日ね、もちろん紹介したかったけど、最高金賞だけじゃなくて金賞優秀賞の商品もあるんだけど、それ動画にしてたら多分ね何時間の動画になるのって話なので。そうですね。それは概要欄に URL を貼っておきますので、他に受賞した商品もぜひね、そこで見ていただいて、気になるものがあればお取り寄せしてもらえるといいかなと思いますね。今回はですね、ご当地ということで、日本全国、自分が行かなくても、お取り寄せでその土地のご当地のことを楽しむことができるってことなんですけど、食べていただいた後はですね、実際その土地にそれをきっかけに行っていただくのもいいかなと思いますね。ご当地冷凍食品、今回第1回だったんですけど、もう2回3回とやっていきたいので、今回が日本全国ご当地冷凍食品大賞2024、2025っていうイベントだったんですけど、次は2025から2026に向けて、今年エントリーを、9月10月ぐらいかな、また始めて、ぜひ2回目も開催したいと思いますので、お楽しみにお待ちください。ということでですね、このチャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。ぜひですね、このチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK！ 冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。